皆様こんにちは。現在いるのは京成津田沼駅の羽田空港行きバス停でございます。京成津田沼駅には最寄り駅から30分ほどこのように電車で揺られてやってまいりました。実は昨夜仕事から家に帰ってきたのが午前0時。電車で30分はかかるこの京成津田沼駅に午前5時40分には立っている。自分を褒めてやりたい。私の場合は電車だけで羽田空港へ向かおうとすると2時間はかかるので、京成津田沼駅からリムジンバスを使った方が早朝は特に早く羽田空港へ着くことができます。リムジンバスで一番怖いのは渋滞ですよね。ですが早朝はその心配も少なく、今回もリムジンバスは定刻よりも10分早く到着してくれました。逆に渋滞などでリムジンバスが遅延したら、今回は搭乗予定便に乗れなくなるくらいのギリギリスケジュールだったので本当に良かったです。搭乗便にはシートテレビがついていました。最近は国内線もシートテレビがつく飛行機が多くなりましたよね。ただちょっと驚いたのが本日の ANA107 号便の搭乗率です。これだけ空いていたのも久しぶりですね。ところで飛行機の出発時間はどの時点を指すかご存知ですか？駐機場からバックを開始した時間が出発時間です。福岡空港は福岡市街地から5キロ以内という至近距離に位置していて、アクセスの良い空港として知られています。国内線旅客ターミナルも2020年にリニューアルされ、商業施設も増え綺麗になりました。その商業施設のコンセプトはグリーンブルーだそうで、福岡を象徴する空と海と風のブルー、公園と植物と成長のグリーンをテーマにしています。この看板も福岡空港の象徴だと思いますけどね。福岡空港には地下鉄空港線が乗り入れていて、博多や天神へ直接行くことが可能です。運行本数も多くて、日中では1時間に平均8本ぐらい運行されてますよ。今回宿泊するホテルは博多駅から近いので、まずは博多駅で下車します。 JR 博多駅の博多口に来ました。ここからホテルまで徒歩で向かいます。この外観でどこのホテルに宿泊するか分かりましたか？荷物を預けたら早速ランチに行きましょう。福岡はまさに食の街。有名店では行列をたびたび見ますよね。実はこのお店がランチで選んだうどん平さんです。
自分は正直言うと腰が命の讃岐派です。博多うどんは柔らかいと聞きますが、実際はどうなんでしょうか。今回私が注文したのが肉ごぼう天うどん。お肉と出汁の相性はバッチリで、うどんともよく合います。もともと出汁はすっきりした感じですかね。ここにはごぼう天は映っていませんが、このようにして別皿にすることも可能です。福岡のうどんにごぼう天が多いと思ったことはありませんか？昭和初期まで天神にあった音ちゃんうどんがきっかけだと言われています。そのうどん店の味を再現したいという店がいくつも生まれて福岡で広がったそうです。こちらは他人わかめうどん。他人とは牛肉の卵とじです。柏も注文してみました。九州地方では鶏肉のことを柏と呼びます。お腹も満たされましたのでちょっと散歩をしましょう。博多駅に戻って地下鉄空港線に乗り、次に降りたのは大堀公園駅です。この駅の最寄りに水炊き代々があるので何度か降りたことがあります。駅名の通り大堀公園の最寄り駅ですね。大堀公園は黒田長政が福岡城を建築する際、博多湾の入り江にあったこの地を外堀として利用したのが始まりで、昭和4年県営大堀公園として造園して開園した公園です。総面積が約39万8000平方メートルのうち、約22万6000平方メートルが池という水系公園ですね。池の周囲には遊歩道があって約 2km ありますが、中央に橋につながれた長細い島もあります。大堀公園には日本庭園や福岡市美術館、そしてめちゃめちゃ混んでいるスターバックスコーヒーもあります。続いて降りたのは中洲川端駅です。商店街を通って櫛田神社に向かいます。櫛田神社に寄ったのは私なりの初詣です。身近に成田山新勝寺があるんですけれども、近いとまた行かないですからね。今回は面白いものが見れました。日本一大きいと言われるおたふく麺です。今回の旅は2泊3日ですが、1泊目に宿泊するホテルは博多駅前通り沿いにあるザ・ブラッサム博多プレミアです。ホテルエントランスの隣が女性客で列をなしていますけれども、パンとエスプレッソと博多という店名のベーカリーカフェがあって、かなり人気のカフェのようです。それでは中に入ってみましょう。ザ・ブラッサム博多プレミアの開業は2019年9月で JR 九州ホテルズのホテルブランドです。このホテルを選んだ理由は、以前ザ・ブラッサム京都に宿泊した際、客室のバスルームが個人的に好みだったことから始まります。博多でも同様の客室があるであろうと検索したところ、特別フロアである博多フロアの客室のお風呂場がザ・ブラッサム京都で宿泊した客室と近い設計であることが分かりました。14階にある博多フロアにおいては専用ラウンジ、博多ラウンジがあり、ウェルカムの和菓子をいただきました。今回宿泊した客室は広さ44平米の博多プレミアキングです。ザ・ブラッサム博多プレミアの詳細な宿泊記は後日作成してアップロードする予定です。客室には好みのお風呂場がありますが、ザ・ブラッサム博多プレミアには大浴場も備わっています。せっかくなのでまずは大浴場へ行きましょう。大浴場は撮影禁止なので入り口だけしか見せられませんが、
16時頃の大浴場は貸し切り状態でゆったりと堪能できましたよ。夕食の予約時間が近づいてきたので、ホテルを出発することにしましょう。お風呂上がりの後、街を歩くのは気持ちがいいものですよね。今夜の夕食に選んだレストランは寿司蒼天です。やっぱり福岡旅行で1回は寿司を選びたいですよね。寿司蒼天は2022年12月にオープンした比較的新しい寿司店ですが、大将は30年以上の寿司職人です。握りも何かしら上に乗せたりしてひねりを加えたオリジナリティ感がある寿司となっています。寿司蒼天の詳細は後日作成してアップロードする予定です。それではホテルに帰りましょう。ホテルに戻ってきたのは10時30分頃でした。博多ラウンジでは21時半までオープンしているので、ラウンジでビールを飲んだ後に客室へ帰ります。翌朝の朝食はホテルのレストランです。でもちょっと面白い構造をしていて、客室用エレベーターで2階へ直接行けるのですが、その2階がホテルというより商業ビルの中にあるレストラン街って感じなんですよね。その2階には5店舗のレストランがあって、もつ鍋や天ぷらや定食屋などがあり、その中にあるレストラン&グリルナインドアーズがホテルの朝食を担う形になっています。もちろん朝はナインドアーズ以外は営業していませんが、随分変わったスタイルだなって思いました。ホテルは12時にチェックアウトしました。通常は11時のチェックアウトですが、今回は一休 .com のダイヤモンド会員の特典です。目指すは福岡大名ガーデンシティで天神を目指して歩いていきます。それにしても天神にはデパートが多くありますね。さすがは九州最大の繁華街です。福岡大名ガーデンシティは福岡の新たなランドマークとして2023年6月に天神地区そばの大名小学校跡地を再開発してオープンしました。西日本初上陸を含めた飲食店などが15店出店しています。今回ランチで予約したのがこのビルの2階にあります。ちなみにこれは大名の狛犬だそうです。今回予約したレストランは焼き鳥の鳥神です。この福岡大名ガーデンシティにある鳥神は東京の六本木にある鳥神との姉妹店。焼き鳥をランチで楽しめる機会は少ないので、今回予約しちゃいました。鳥神でのランチの詳細は後日作成してアップロードする予定です。焼き鳥ランチの後は2日目のホテルにチェックインしましょう。選びましたホテルは同じ福岡大名ガーデンシティの高層階にありますザ・リッツカールトン福岡です。ザ・リッツカールトン福岡は福岡大名ガーデンシティのオープンと同時に開業したホテル。ザ・リッツカールトンブランドは日本第1号として1997年に大阪でオープンした後、東京、沖縄、京都、日光、福岡と随分と増えてきましたよね。今回宿泊する客室はデラックスダブルとなります。ザ・リッツカールトン福岡の詳細な宿泊記はこちらも後日作成してアップロードする予定です。福岡大名ガーデンシティを満喫しちゃってますが、夜は渡辺通り駅からほど近い博多水炊き鳥千代を予約しているので、
散歩がてらに18時30分頃ホテルを出発します。それにしてもさすがは福岡、屋台が随分とありますね。博多水炊き鳥千代は2022年11月にオープンした地下鉄渡辺通り駅にほど近い水炊き専門店で、私たちが今回宿泊しているザ・リッツ・カールトン福岡からでもある距離にはあります。店主は大隅公園近くにある水炊き専門店代々から独立された方で、お店のスタイルも代々からそのまま受け継いだスタイルなので、全体的に簡単に言えばほぼ代々ですね。何でも代々で予約が取れなかった人が鳥千代に流れてくることもあるそうですよ。でも私たちは最初から鳥千代を狙ってました。代々から受け継いだスタイルとは聞いてはいましたが、やはり比較をしてみたい感じになっちゃいましたもので、水炊き専門店鳥千代の詳細は後日作成してこちらもアップロードする予定です。さっぱりしておりますので、そのままお召し上がりいただきまして、こちらの塩と柚子胡椒ですね、お好みでかけて3日目の朝、朝食をホテルでとると思ったでしょ。でもね、どうしても朝に行ってみたいレストランがザ・リッツ・カールトン福岡の近くにあったんですよね。そこは天神のお隣赤坂にあるサバ太郎です。もちろんサバ太郎も予約必須のレストランです。サバ太郎は名の通りサバと釜炊きご飯を楽しめます。ただちょっとゆっくりと朝食を楽しめない難点はある感じはしますね。その理由は1時間制で朝だけでなんと3回転もします。でもここはその美味しさから行く価値は十分にあると思いますよ。サバ太郎の詳細は後日作成してアップロードする予定です。なんか今回の動画は予告編のようになっちゃいましたね。サバ太郎からの帰りはスタバに寄ってコーヒーを買ってホテルに戻りました。13時30分頃ホテルをチェックアウトします。通常は12時がチェックアウトになりますが、マリオットボンボイのゴールドエリートなので14時まで延長することは可能でした。ホテルを出た後は天神駅から地下鉄空港線に乗って福岡空港へと向かいます。福岡空港に到着しました。本当にこの空港は市街地から近くて便利ですよね。福岡空港ではおすすめするラウンジがあるんですよ。保安検査場を通った先にあるラウンジタイムサウスです。クレジットカード系のラウンジですね。なお、提携カードは福岡空港の公式サイトをご覧ください。ここの景色は飛行機が間近に見える上、フリードリンクか缶ビール1缶かの選択をすることができます。
帰りに乗った飛行機は15時15分発の ANA258 便です。行きと違ってそれなりの搭乗率があり、窓側に座ることはできませんでした。でも行きと同じボーイング787-9の GE エンジン搭載機だったので、ご覧の通りシートテレビがあります。また一つ映画を一本見ることができますね。羽田空港に着いた時にはご覧の通り日が暮れておりました。これから自宅まで行くのも大変で、電車だけだと2時間はかかります。なので行きと同じように京成津田沼駅までリムジンバスを利用することにしました。帰りはこれで20分ぐらいは短縮できると思います。今回の福岡の旅はいかがでしたか？ほとんど泊まって食べてですが、これが私の旅のスタイルでもあります。次回以降は今回宿泊したホテル、そしてレストランの詳細のレポートをしていきますので、ぜひ楽しみにしててくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。